おはようございます。画家のギソです。今日は思い切って水彩で遊んでみようということでお届けしたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。皆さんの作品をね、たくさん見させていただく機会がありますので、助かります。ぜひぜひ鬼高評価サブチャンネルの方もね、よろしくお願いいたします。見る機会があって、もっと遊んでもいいんですよということを今日はね、おじさんが実践していこうと思いますので、水彩で遊べということでお届けしたいと思います。今日この戸隠ですね、戸隠神社のあたりをちょっと描いていこうかなと。戸隠神社というところに行ったんですが、そこに登っていく道中めちゃくちゃ大変やったんですけども、そこのめちゃくちゃ大変、下書きはしておきました。今日ある種、粗め、4号サイズ、ちょっと白なんか入れてみてねっていうとね、4号サイズということで、やっていこうかなと。で、木なんかね、もう初めに少し描きながら、木もね、遊べって言われても遊べないのよね。遊び方わからないのよね。とか言うんですけどね。もうほんと、うちの旦那はもう夜な夜な、もう遊びに行ってもうね、なんかお姉ちゃんのいる店ばっかり行ってとか言うね。そういうご家庭もあるかもしれませんが、私はそんなことはございません。わけわからん話をするのが私の YouTube でございますからね。この僕はまずね、このある種という紙は結構使うんです。高いですよ。でもどんな紙でもいいと思うんですけど、たまには粗めですね。これ粗めなんかを使うと面白いですよ。やっぱり日頃とは全く違うね。なんかいつもこれでって決めてはる人もいるかもしれないけど、僕は日頃油絵を中心に描いておりますので、油絵の筆さばき。油絵のできんことをなんか水彩とかでやったりとかですね、することがございます。溶けろーと言いながらね。はい。面白いおじちゃんですよね。本当に。もっと絵描くの楽しくていいんやっていう風に思ってくれるとおじちゃんはすごく助かります。そしてなんか悩んだりとかね、した時とか皆さんの切磋琢磨したい仲間が欲しいなという時は、鬼高評会とかに出してきてもらえると、おじちゃんは嬉しいなと思います。本当初心者の人とかね、もう何でもそうじゃないですか。僕、少年野球とかもやってたんです。中学校も野球やってたんですけど、少年野球の時は監督さんが、これ昔よくあったらしいんですけど、プロ野球とかにスカウトをされたことがあるような人。もうこのくらいで木のね、輪郭見えますんでね、やったんですよ。すんごい上手いんですよ、めちゃくちゃ。で、やっぱ教え方ももちろん上手いんですけど、でも、当時でもやっぱり1980年代ですけど、水は飲んじゃいけない。小学生の時はそんなに記憶ないですけども、で、中学の部活の先生を、あれしてるわけじゃありませんよ。否定してるわけじゃありませんけど、卓球部出身で野球経験っていうのがない。いや、そういうもんなんですよ、部活動ね。学校の先生を否定してるわけじゃございませんのでね。で、やっぱね、なんちゅうの？初めて習う人が、僕は正しいとは思ってないんですよ。僕は幅広い考え方の方やと僕は思ってるんですよ。でも間違えてたりとか、逆になんかそれで閉ざしてしまったりとか、初めのうちに何が言いたいかって、初めのうちに失敗とかしてしまったりとかして、そのままそれが癖になっていくことってあるじゃないですか。野球の打ち方なんかね、もう本当にもう、昭和と令和では全く打ち方違うんですよ。僕らの頃はこうやってボールを叩けって言って。でも今の考え方ってね、ボールが飛んできたら基本重力で伸びるっていう上に上がることは絶対ないんですって。絶対に落ちるんですよ。っていう角度に対してある程度やっていく方が、すみません。野球の話と何も関係ないかもしれませんが、実は今は主流なんですね。っていうような考え方も、変わっていくじゃないですか。だから、確かに理論上、例えば、イチロー選手って昔、ね、いて、今はもう大谷翔平君ばっかりですけども、イチロー選手というのがいて、時、イチロー選手が、憧れているとか、好きな、スポーツ選手やったか野球選手やったか覚えてないけど、なんかいますかって聞かれた時に、普通野球選手ね、答えるじゃないですか。安打製造機と呼ばれた人やったらば、張本勲さんとかね、勝の人ですね、答えると思うんですけど、イチロー選手は、岡本綾子さんっていうプロゴルファーを答えたんですよ。僕よう覚えてます、それ。おもろと思って。
ねっていうように、まあなんかこう、ちょっとこう、何の話したいかっていうと、ね、もうその時点でこう、当時からちょっとこうね、振り子打法って言ってね、どっちかというと下の方から打つような打ち方しとったんですよね。っていう風になんかこう、初めの段階から、間違いというと、まあ偏りはあるんですけど、覚えてしまうよりは、初めのうちにまあいろんな考え方やったり、いろんなこう、今白を入れ出しました。あったりした方が僕は皆さんの、長い作家人生、今おいくつですか皆さんは。まあもう人生ね、150年時代って僕はもう先んじて言うてるんですよ。この YouTube が100年後に多分見られたら、小木曽はこう予見していたというね、ことになるじゃないですか。もう人生、今平均年齢150年時代に入ってるんですよ。ちょっと白なんかね、入れたらあかんっていう風に言われるかもしれない。最近も僕はガンガン入れてます。おもろいから。それこうやってかすらせて、こうね、このザラザラした紙なんかも利用しながら、150年時代とかっていう風に僕が誰よりも先に言うたってことになりますからね。人生150年時代。今ね、80歳の方があと70年もあります。もう忙しい。忙しいしてください。もうどんどんね、忙しくて、脳活。もう本当にもう、一番の願いは、自分の子供たちに迷惑をかけたくないっていうのが、私もそうなんですけど、ね、そのためには、皆さん脳活をしてください。暇やっていうことにしない。もう100歳、90歳、120歳の方もね、ねえ、面白いでしょ。大胆な筆使い。そして、白い木とかはある程度塗り残しながらやってるんですよ。こう見えても。ねえ。じゃあ。人生150年時代についに入りました。外側から。よいしょ。この時点で筆さばきがね、どうないでっか、かっこよないでっか。白も入れてますね。すみません。ちょい、我が家の、暴言王たちが、ね、我が家には、浜子さんが2人いますので、バカクソーって言っています。はい。令和の浜子が2人いますのでね、お許しください。若い人わからないと思う。浜子、暴言集とか調べたら多分 YouTube で出てくると思いますので、まあ、昔は良かったとは思わないですけど、昔は緩かったですね。僕はその緩い時代を生きてしまったので、いっぱい間違いを犯してしまいます。はい。現代ではありえないダメなことも、バカクソーって言ってます。注意はするんですけど無理ですね。どこかで覚えてきよるんですね。白、ウルトラマリン、バーントシェンナ。このグリーンなんていうグリーン？あとカドミウムグリーンライトというのは結構最近よく使うこの鮮やかなですね。緑ですね。まあ乾いてないうちに、こう例えば遊びということなんで、少しこうかすらせるようにこう書いていってみたりとか、まあ、乾いてないうちからね、イエローオーカみたいなのと少し入れて、よいしょ。まあ、乾かないうちに、絵の具を置いていくことによって、すごい複雑な表情みたいなのになっていきます。で、この段階で少しこう濃淡みたいなのがね、つけれるところはつけてあげて、例えばどういう点かな、ここ強いでしょ、ここ強いでしょ、ここ強い、ここ強い、この辺も強いと。で、そういうこう場所をすごくこう、たくさんじゃなくてもいいので、少しこう増やしていくような感じで、こうね、画面の中にこう広げていくというか、で、今は水をこうちょっと少なめにもやったりとか、もうこの時点でこう絵の具が乾いてる上に乗っていくのと、乾いていないところに乗っていく絵の具みたいなのがもう非常に面白くないですか？どうですか皆さん。でよく僕は水彩絵の具はやっぱりこう透明であるという、透明というかこう、水というものであるとか、こういうこう遊びですね。遊びというのをこう活用していった方がいいんじゃないかというふうに思っているんですよ。まあ、他の画材とは全くこう違う、
偶然的にできるような表情みたいなのがやっぱ面白いんですよ。で、これを面白がれるかということが、僕はなんか上達の一つなのかなというふうに思います。よいしょ。私自身は油絵がもう中心にもちろん描いていますけども、透明水彩とかをこの何年かやっていて、すごくこうそれを思うようになりました。面白い。面白い。滲んでもね、もうね、ちょっと形がわからなくなっても、ええかなと思いながら、この辺はもうほんと絵の具の遊びですよね。スパッタリングを飛ばしてみるとか、もう分離色とかも綺麗ね。ちょっと白が入ってくるのもなかなか効いてますね。で、こう影が落ちているというところは、ちょっとわからなくなってきたらもう一回捉えて。タタタタタタタ。タタ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 。奥にタタタタタタ。はい。我が家の喧嘩が始まりました。どうですか？いい下地ができましたね。これぐらいで一旦乾かします。まあ、こういう時は、真上から優しくこう乾かすのがいいかなと思います。でも全体的にこう動かしながらですね。ちょっと一旦、隙間とかを埋めるように、よいしょ。描いていきながら、もうこの段階でかなりね、絵の具の遊びをしている感じがわかりますか？わからないわーって言ってますか？よいしょ。皆さんの地域にこういう、これぐらいの森ならあるんじゃないですか？なかなかね、ここまで生い茂った森というのはないかもしれないですけど、やっぱりこう、日頃からどうやってこうね、面白いところとかを、こうアンテナなんですよね。で、何気ないところも実はってなるんですよ。どこかこう、行って、景勝地に行かないととか、車ないからとか、ね、だからお金もないし、時間もないし、とかいう人も自分のね、身近なとこを探してみてください。案外公園書いても、公園っぽく見せなかったら、それでいいんですんでね。絵画教室の先生などがね、ご用意してくださったのもいいんですけど、自分でね、本当にこう写真撮ったりとかね、もちろん一番いいのは現場でスケッチすることですよ。間違えた、ね。突然何しだすの？ちょっとね、これだけやったら緑とか、あれなのに少し青っぽいのもね、入れてみたりね。とがくし。白っぽいのも少しなんか汚したみたいな感じ、みたいなのもあって面白いんですよ。なんて。汚すってなかなかね、私はもう綺麗好きだから、私の肌みたいに綺麗に描きたいわって思ってはるかもしれないですけどね。ねえ、こんな勇気、ある種にこんな勇気ないわ。いろんな人がいます。おじさんみたいにね、頭おかしい人もいます。これダイバーシティと言いますけどね、多様性。例えばこう拭き取ってあげたりしても、こうなんかね、面白いこう、ね、シミっぽくなったりするじゃないですか。もうこういうのも、もうやっぱ面白い。面白いと思わないと。面白いと。で、もうちょっとこう、書き進めていったら、よいしょ。ね、ちょっとこう、抑揚のある枝みたいなのとかは、ちょっとね、一箇所ぐらいぐっとこう引き締めるように。あんま良くないね、少しね、こう、強くなっているところとかがぐーっとあったりとか、なかなか日本人は多様性と言いながら、そんな多様性を認めない国民やと僕は思ってますけどね。違うと不安になってしまう。違っていいんですけどね。一本ちょっとこう強いこう、シルエットみたいなのを
こう抑揚をつけてね、出したり出さんかったり。そういうのはこう、モチーフとか、写真やったら写真とか見ながら、少しこう抑揚がある。外側から決まったり、内側から決まったり、木の影が落ちていたり、こうね、して。ね、一本ビューッとこう木っぽく見えましたよね。で、この辺りとかにも、こう、外側からこう暗くなることによって、斜めの影が落ちてたりするんですけど、ぐっとこう強くなるところがあったり、この辺全体が、シルエットの暗い木があるところがあったり、こういうところも本当に抑揚をつけて、描いてあげる。ね。こう枝がこうあって、こちらの方からこう出てきてる枝があるぞと。ここからね、細い。もうめちゃくちゃ描きやすい。これ何これ。名村さんの面相。何これ。またあまり使ってなかった筆が出てきました。僕本当に筆変わるので、もう筆聞かれても正直困る時が結構あります。どの筆買えばいいですかとか。もう皆さんに合う合わないってあると思いますのでね。あんまりこう、安い筆はやっぱりこう、あれですけど、ね。うわ、かっこいい。内側からこう決まったり。どうですか皆さん。こう、書き進めながら、ぐっと引き締まって、ね、それに伴って他のところも引き締めてみようかなっていう風にこう広がってきているのがわかりますかね。で、線的な動線ってよく言うんです。こういう動きがあったり、少し左上に上がる動き、左上に上がる動き。っていうので、こう線的な構成をして。もちろん、こう写真を撮る段階である程度のことは僕はできています。そういうのが、できていますが、書きながらも、こう、画面の中を全体を見て、構成をし直していきます。さすが東京芸だよねって言ってますか。誰でもできますよ。よいしょ。でちょっとこう、例えばあまり水つけてないので、こうね、鮮やかなこう、色をボン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 と僕なんか置いてみたりとかですね。よいしょ。はじめにこう、遊んだ絵の具みたいなのね、こう、いろんなスパッタリングしたりなんかとかっていうのは、多少は消えてくるんですけども、やっぱり効果としては、十分残っていますよね。このあたりでこう、例えば木漏れ日を、ね、この辺にこう、木漏れ日ちゃん、木漏れ日、取れろ。しっかり絵の具を乗ってるから、結構拭き取ったら、綺麗に拭き取れるというかね。よいしょ。この辺もね、なんかね、ピッ。少しこう枝があるのか、木漏れ日があるのか、みたいな雰囲気を、ちょっとこうね、皆さん時間かけてこう拭き取ったりとかしても面白いですし。絵描くの面白いですか？ね、皆さんよかったらコメントください。チャンネル登録、高評価。なんとかおじさんをね、やる気にさせてください。皆さんの応援でやる気が出てくるタイプの人間です。私も褒められて伸びるタイプです。あまりこう、細かくしすぎても面白くないんですけど、少しですね、こう、葉っぱとか枯葉とかですね、少し入れながら、あんまりやりすぎてもなんかこの絵はね、かっこよく終わりたいところやから、その辺のこうバランスは見ながらですね、戸隠神社にこう登っていくところ。今日のはね、皆さんどうですか？楽勝っぽいでしょ？今日のやり方も見てたらもう確実に書けますよね。今日書けんかったらもう僕本当に引退しようかなと。ジョークですよ。世の中ね、ジョークという言葉があるんですね。昔はあったんです。今言うとあかんそうなんですけどね。今言うたら逮捕されるそうなんで気をつけてくださいね。今の、もう禁止になったんですよね。確かね。ジョーク。ジョークっていうのが好きやったんですけどね。ドライブラシといってね、こうかすらせてこう書いてあげたりとか。
まあ少しこう自分なりにも長いことを続けてきてですね、少し求める水彩画が実はちょっと描けるようになってきたと思ってたりとかするんですね。やっぱりそれまではあんまりこう日頃から水彩をやっていたわけではなかったので、今こう実際に現場で描くことがあったりとか、こうやって YouTube で、載せてみたりとか、人の見ることって皆さんのね、鬼高評価ので、見させてもらって、こういう感じでこうかとかっていうこととか、人の見る機会とかもすごい増えたので、非常に自分なりにはこう、いろんなこう学びが実はあって、でそういうのがこう少しずつこううまいこと生きてきてるかなと思ったりとかして水彩画もこう楽しくね、やるようになってまいりました。皆さんもぜひぜひこう、水彩画でなんかこうね、皆さんのリクエストとかもありましたら遠慮なく言うてください。あとはなんかこう、ね、悩みとかね、鬼高評価に出してきてくれるのが一番ね、見やんとわからんすもん、なかなかね。皆さんのね、力であるとか何であるとかっていうのはなかなかこう絵を見ないとわからんとこありますけども、ということでございました。戸隠の参道に抜け入る道。ございました。思いっきり水彩絵の具を遊ぶ。パート1。ご視聴ありがとうございました。この動画良かったという方、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。チャンネル登録してください。チャンネル登録してください。いつもチャンネル登録。いつもありがとうね。いつも見てる。はいバイバイ。